はい、こんにちは、ちちちゃです。カプコン製の1ゲームの特許が公示されました。モンスターハンターかとかバイオハザードかとかは何も記載はないんですが、説明の文章やイラストは完全にモンスターハンターなので、ほぼモンスターハンターの1ゲーなんじゃないかなと思います。出願日は2020年の3月の19日、公示日は2021年の9月の27日です。最初に申し上げますが、リリースが決定したというわけではありません。あくまで特許が出願され放置されたというだけなので、実際にゲームに落とし込まれるかどうかに関してはまだ不明です。ただかなり詳細が書いてあるので、正直出るんじゃないかなと思うんですけどね。私ずっとポケモン GO をしてて1ゲームが大好きなので、個人的にはぜひリリースしてほしいと思ってます。現在分かっている情報をまとめましたので、順にお話ししていきます。まずはゲームの種類。特許の内容を簡単に説明すると、 GPS を使い現実世界の地図と連動するゲームで、設置されたオブジェクトに近づくとイベントが発生したりモンスターと戦うことができるといったゲームを想定しているようです。簡単に言うと、ポケモン GO やドラクエウォークのモンハンバージョンではないかと思われます。アプリと記載があるので、ほぼスマートフォンゲームです。ゲーム概要。特許から読み取れるゲーム概要を簡単に説明します。ゲームのクエストなどのシナリオを受注し、プレイヤーキャラクターを操作してゲーム上で提示された目的地に向かいます。目的地に到達した後、各種のゲーム内イベントが発生します。この各種イベントっていうのは様々なことが起こる可能性があって、例えばプレイヤーキャラクターと敵キャラクターが戦闘したり、謎解きをしたり、アイテムが所得できたりが検討されているそうです。また NPC や他のユーザーと出会ったりするようなものも研究されています。中子にも会えるんでしょうか。いやー、めちゃめちゃ楽しみですね。そしてイベントが終了すると、さらなる目的地が提示されることもあるそうです。そうしてイベントをこなし、プレイヤーキャラクターが最終的な目的地に到着すると、ボスキャラクターとの戦闘が発生し、これに勝利したり特定の条件を満たした場合、シナリオが終了し、エンディングや特殊な演出がなされ、アイテムやゲーム内通貨を所得することができるそうです。今特許通りに説明したんですが、さらに噛み砕いて説明すると、お使いクエストをいくつか受けて、その後ボスモンスターにたどり着き討伐すると、アイテムやゲーム内通貨がもらえるというのを繰り返していく感じのゲームになりそうなんで、1を利用したロールプレイングゲームと考えて良さそうです。ポケモン GO よりはドラクエウォークの方が近そうですよね。ゲームの詳細。さらに詳細を見ていくと、アカウント設定のところにパーティー情報というものがあります。複数人で協力してプレイすることができるのか、はたまたアイルーやガルク、NPC やお供を組み替えれるパーティーなのかは不明なんですが、ハンターの一人旅よりは遊びの幅が広がりそうですよね。地図データやエリア設定、クエストなどもあるので、自分である程度どこに行けるか決めたりとか、どのモンスターを討伐するか選べるとかもありそうですよね。そしてこちらの図をご覧ください。こちらが敵モンスターとの戦闘方法が書いてあるんですけど、敵オブジェクト、つまりモンスターが地図上に出現し、そのモンスターと戦闘可能なエリア内だとそのまま戦闘に入るんですが、距離が離れているとそのモンスターがいる地図上まで自分が現実世界で歩いていきます。そして討伐が失敗すると、モンスターが地図上の別の場所に逃げるので、また現実世界で歩いて追いかけて戦闘してモンスターを討伐するまで繰り返すみたいなんですよね。討伐に失敗してもダメージ大探して仕留めようなどのメッセージを表示してユーザーを勇気づけるというシステムも検討しているようです。いや、なかなか大変そうだなと思ったんですが、エリア外だとしても自分のエリア範囲にモンスターを誘導することもスキルやアイテムを使ってできそうな記述もありました。ただこれに関しては詳しく書かれてないです。またこれちょっと面白いなと思ったのが、モンスターの種類によって別エリアへ移動するまでの差も設定があるようなんですよ。例えばもらえる経験値が非常に多くてレア度の高い弱いモンスターについては、討伐に失敗するとすごい勢いで逃げるみたいなのもあるそうです。これ一体何はぐれメタルなんでしょうか。
通常のモンスターだったら 500m とか 1km しか逃げないけど、このレア度の高いモンスターだったら 10km ぐらい逃げるなんてこともありそうですよね。あとは距離じゃなくて逃げるスピードになる可能性もあるんで、他のモンスターだったら普通に歩いてたら追いつくけど、希少なモンスターに関しては車じゃないと追いつかないみたいなのもあるかもしれません。いやー、なんかいろいろシステムがあって戦略性が高そうで楽しそうですよね。ここまで詳細に特許を出しているということは、リリースはかなり現実的な可能性もあると考えています。わかんないですけどね。歩きスマホ、やっぱりね、気になるのが歩きスマホ問題です。これについても言及されています。本実施形態のゲームプログラムモンスターが出現エリアに対応する位置から別エリアに対応する位置に更新される間、ユーザーに対し利益を与えない、または不利益を与えることを特徴とする。このように構成することで、移動中の操作、いわゆる歩きスマホなどによるユーザーの現実世界での移動時の事故を防ぎ、安全に1ゲームをさせることができる。結果としてユーザーのゲームへのプレイ意欲を高めることができるとあります。つまりモンスターを追いかけている間は他のオブジェクトに触るなどのイベントができないことから、スマートフォンに触らず歩くことに専念できるというシステムにすることも検討しているみたいです。ということは、モンスターが逃げるというよりは逃げる場所まで一瞬でテレポートすると考えた方が自然ですよね。歩きスマホは本当に危険なので、きちんと考えられていて安心しました。そしてグラフィック、これがどうなるかですよね。モンスターハンターワールドアイスボーンやモンスターハンターライズのように実写に近い形のグラフィックになるのか、モンスターハンターストーリーズやストーリーズ2のようにアニメ調のグラフィックになるのか、これによってプレイヤーの層がかなり変わりそうですよね。ストーリーズであればオトモンもいるのでゲームの幅は広がりそうな気もします。ただやっぱり現実とリンクさせるのであれば実写に近いモンスターの方が感動は高そうですよね。皆さんはどっちの方がいいですか？課金、これは何も言及されてないんですが、装備のガチャはあるんじゃないかなと思ってます。あと逃げたモンスターを自分のエリアに誘導するアイテムの販売とかも考えられますよね。とはいえ無課金でもある程度楽しめるのであれば、プレイヤーもめちゃめちゃ増えそうです。発表時期、最後に発表時期なんですが、特許の出願が2020年の3月の19日なんで、もうねそろそろリリースしてもおかしくなさそうな時期な気もします。モンスターハンターサンブレイクの発売前にリリースするなんてことも十分考えられますし、今月9月30日の TGS で発表がある可能性もあると思います。いやー、いろいろと TGS が楽しみです。ということで今回はカプコンから出された放置された1ゲームの特許に関して共有しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンター関連の動画も出していきますのでチャンネル登録もお願いします。またねー。